こんにちは、よしかです。毎実装に伴ってランクマやバトルハブが舞だらけになっている今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。今回は画面端プラス30フレームからの置き攻めを紹介していきます。プラス30フレームは弱中スパイクの後など頻繁に出てくる状況なため、覚えると置き攻めの厚みが増すこと間違いなしです。それでは解説スタートです。はじめに基本のフレーム消費を2つ紹介します。1つ目のフレーム消費はしゃがみ中パンチプラス8フレームです。フレーム消費から持続しゃがみ中パンチ重ね投げシミーと複数のタクを仕掛けられます。ぶっちゃけ置き攻めで使うのはこれだけで良いレベルの強い置き攻めです。現にヨシカがマスターまで行った際、ほとんどこの置き攻めしか使いませんでした。持続中段と持続しゃがみ中パンチ重ねを覚えてそれぞれのタクの精度を上げればハイマスターあたりまではいけます。ぜひ概要欄からそれぞれの解説動画をご覧ください。2つ目はコパンしゃがみ弱キックプラス5フレームです。フレーム消費から投げがぴったり重なるのが強みです。打撃タクはしゃがみ中パンチや中キックなどを使いましょう。投げ抜け狩りにシミをする場合は相手が遅らせ投げをしていないと投げ間合いから出られず投げられてしまいます。なので投げ抜け狩りにはバックステップや垂直ジャンプをおすすめします。ちなみにプラス5フレームからはしゃがみ弱パンチ重ねをすると発生が10フレーム以上の無敵技に安全重ねができます。ただフレーム消費に弱攻撃を使っている都合上しゃがみ弱パンチのタイミングが少しでも早いと連打キャンセルになりしゃがみ弱パンチが重ならなくなってしまうのでタイミングは要練習です。次に最近ヨシカがよく使っている置き攻めを紹介します。ラッシュ弱パンチフレーム消費とラッシュ前強パンチ重ねです。これらはセットで運用して初めて強さが出てくる置き攻めになっています。まずラッシュ前強パンチ重ねですがラッシュ中段なのでシンプルに強いです。相手の起き上がり3フレーム目に重なっているため暴れることもできません。ただ当然ながらジャストパリーや無敵技に弱いためラッシュ後のタクがこれだけだとあまり強くありません。そこで追タクとして活躍するのがラッシュ弱パンチフレーム消費です。プラス30フレームからラッシュ弱パンチをするとプラス5フレームになります。つまり先ほど紹介したコパンしゃがみ弱キックと同じ状況になり投げを重ねることができます。この連携何が強いのか分かりづらいと思うので深掘りしていきます。ラッシュ中段という強力な選択肢があるので対戦相手はラッシュ置き攻めをされた際まず中段に意識がいきます。そしてラッシュから中段の攻撃モーションに入ったことに反応してジャストパリーを狙います。さてここで考えてみてほしいのですがラッシュから攻撃モーションを見たらパリーしようと意識している時にいきなりコパンで急停止された場合どうなるでしょうか。実はこれかなりの割合でパリーを押してしまいます。つまりパリーを押してしまう連携なのにプラス5フレームだから投げが重なります。なんだかそっと強そうに感じませんか。実際かなり使用感がいいです。ちなみにヨシカはまずラッシュ弱パンチ投げをやってみて相手の防御手段をチェックしてみてからラッシュ前強パンチ重ねや投げ抜け狩りをやっています。ラッシュ後に中段以外もやることを見せるとそれがノイズになって中段への反応が遅れたりするのでおすすめです。そして相手キャラによっては密着プラス5フレームからジャンプをするとオーディ無敵技を回避しつつ投げ抜け狩りができます。どのキャラにどのジャンプならいけるかをまとめた表を X と YouTube のコミュニティに投稿しておくので興味がある方はお好きな方からご覧ください。最後に少しマニアックなものを3つ紹介します。まず1つ目は投げプラス0フレームです。投げでのフレーム消費の後は五分状況になるためお互いの最速技が相打ちしますがこちらが最速技で相手が SE を使った場合なんと暗転を見てから行動を上書きしてパリーなどができます。オーディ無敵技や SE でも上書きできるので覚えておいてください。
この置き攻めは相手が SE を使う可能性が高いタイミングで使いたいので、相手がバーンアウトしている時に使ってみてください。そして一つ注意点として、これは攻撃の1フレーム目と SE の暗転が噛み合った時にだけできるテクニックなため、相手が少しでも SE を遅らせていた場合は行動の上書きができません。2つ目は弱サイクロンマイティ派生です。この重ねは一部のキャラの SE 値に対して安全重ねになります。対応キャラはルック、竜、豪気です。この置き攻めも先ほどのものと同じで、相手がバーンアウトしている時に使ってみてください。注意点として竜、豪気は前転からフルコンボが入りますが、ルックのみネイル派生をしないと SE 値に当たってしまいます。なのでルックに使う場合のみ、暗転を見たらネイル派生を連打しましょう。3つ目はラッシュしゃがみ弱パンチ重ねです。これはしゃがみ弱パンチのタイミングが完全に体感なため難しいですが、しゃがみ弱パンチの持続部分を重ねた場合に最高で9フレーム安全重ねになります。発生9フレームの無敵技に対して安全重ねにするためにはタイミングがビタになるため正直実用的ではないですが、発生10フレーム以上の無敵技には猶予2フレームになるので狙ってもいいと思えるレベルになります。なので発生10フレーム以上の無敵技しか持っていないキャラベガに対してとても強い重ねになっています。ラッシュしゃがみ弱パンチの後はプラス3から5フレームになるため打撃と投げのタクを仕掛けられます。実はラシードは置き攻めでプラス2フレーム以上の有利を取った後に投げ前から投げタクを仕掛けられる状況がかなり少ないので、一部のキャラに対してはおすすめの重ねになっています。それではプラス30フレーム置き攻めのまとめです。まずは持続しゃがみ中パンチ重ねを覚えよう。プラス5フレーム投げはこのゲームでの屈指の強置き攻め、ラッシュ中段を通すために追択をセットで覚えよう。マニアック置き攻めは余裕があったら覚えてね。以上です。この動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録などお願いします。そして皆さんが使っている置き攻めなどコメントで教えてもらえると嬉しいです。そして1点お知らせです。ショート動画ネタとしてリーサルがありそうだけど見つけられなかったリプレイを募集しています。詳しくは固定コメントをご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。